ます。おはようございます。じゃあ今日は前回の予告通り厚岸蒸留所二十四節気が10回を行ったんですね。いや啓蟄で、はい、毎回やっぱテイストが違うっていうのがすごいですよね。一方困るのはお客様に厚岸のスタンダードどれですかって聞かれることがやっぱ多いじゃないですか。多いですね。困りますよね。困りますね。今言ったこと全く同じこと言いますね。毎回コンセプトが違うので。でもスモーキーなタイプが好きですか、穏やかなタイプが好きですかっていうところでもう分けていくしかないですね。ピーテッドだとボーシュとか生命とか、はい、穏やかなところだと立冬とか大雪とか、はい、そういう感じになってきますよね。そうですね。まずはじゃあ厚岸蒸留所の基本情報からお伝えしていきましょうか。では前回までの厚岸の紹介は生命までで実は止まってるので、ちょっとダイジェストになりますけど、大暑、大雪、啓蟄、ちょっと飲みながら紹介しましょうか。まずは大暑、これはブレンデッドウイスキーですね。発売したのがいつ頃だったかな。大暑っていう名前の通り、8月ですね。8月、暑い時期ですね。そうですね。ああ、やっぱり香りがもうね、もろみの良さが出てますね。でしょうね。香りがすごいな。甘さもね、すごく特徴的ですね。喉越しのところでややスパイシーがある、多層的なんですよね。辰明所長もよく言われますけど、厚岸ウイスキーは食事に合うと。飲み方はね、もちろん水割りでしたりソーダ割りだったりロックでもいいと思いますけど、食事に合うウイスキーだなっていうのすごい思いますね。そうですね。素晴らしいですね。結構繊細な味だからやっぱ和食とでもいけちゃう感じがするんですよね。和食いいですね。次行きましょうか。次行きましょう。大雪、大雪は厚岸がピーテッドが多い中で緩やかなタイプですね。緩やかどころか本当に甘くて、香りがもうみかんとか柑橘系。いやすごいなこれ。大雪のテリーヌがロッテから発売されたんですけど、テリーヌと合わせるウイスキーですよね。まさにね、テリーヌの中に練り込むウイスキー、すごく相性がいい。新海さんそれ買ってましたもんね。買いました。みんなで食べましょうって僕食べてないんですけど勢い余って食べちゃいました美味しいですからね、もう仕方がないですね。賞味期限もあるしと思って。まあ確かに。そして最新の啓蟄、毎回ラベルのデザインとかラベルの色が楽しみになってきましたよね。面白いんですよね。大雪の時から冬眠中のクマが出てきて、で今回の啓蟄もまだ冬眠中。ちょっと目が覚めてクマが少しだけ出てきてるんですよね。ちょっと違いますか。そうなんですよ。見比べてみるとあれなんですけど、まずここの線からクマがはみ出ててちょっと出てるんですよ、冬眠中かで。よく見ると目開けてるんですよこれはシリーズで買わなきゃわからないやつですね。そうなんですよ。こう2つ並んで初めて面白い分かるやつですね。面白いです。この後クマがこうなってくるんですかね。立ち上がるんですかね次で立ったらめちゃくちゃ面白いですからね。膝立ちぐらいですかね。ちょっといただきましょうか。そうですね。甘い香りっていうのが最初にきますよね。香りからはそんなにピーテッド感はないんですけど、舌にのせるとピート感が広がりますね。これはなんかすごく不思議。これは飲まなきゃわからないですね。そうですね。伝えるのが難しいです。入荷してすぐテイスティングで飲んだんですけど、その時期の春だったら春、夏だったら夏の香りがするなって思ったんですよね。啓蟄僕最初飲んだ時、春が来たみたいな口の中にふわってきて軽やかなんですよ。大暑も夏っぽいなって思うんですよね。すごく所長の魔法にかかってますね。いやもうまさにしっかりコンセプトをね、そのシーズンごとに作られてて、それが本当に味に反映していて飲み手にまで伝わってるっていうのはすごいことですよ。すごいことですね。でシーズンごとに味が変化していって、それをしっかり表現できてるっていうのは、これはもしかしたらウイスキー市場で見てもなかなかできないことじゃないですか。自社で持ってる樽のどういう組み合わせをするとこういう味になるかっていうのも知り尽くしてるからこそできてるんでしょうね。そうですね。二十四節気ってことはまだ折り返しにも行ってないんですよね。今が10本目ですからね。折り返しの時もまたちょっとダイジェストしなきゃいけないですね。そうですね。あと2本。次は基本情報をまず振り返りましょうか。はい。厚岸蒸留所の基本的な情報なんですけども、場所は何県でしょう。厚岸町合ってます。何県っていう聞いてるのに北海道。
北海道、はい、正解、はい、道東ですね。釧路のやや南に位置する厚岸町、そこに蒸留所があります。スコットランドでいうとどこの地形に似てるんでしたっけ？アイラ島。正解ですね。アイラ島の地形に似ていて、かつアイラ島の気候にも似ていると、そういう場所ですね。ケンテン実業という会社が運営してます。でケンテン実業の豊田社長がアイラモルトのようなウイスキーを作りたいということで始まってるウイスキー蒸留所ですね。ボトルもアードベックのようなボトルの形になり、で味わいもピーテッドをかなり作ってますよね。厚岸蒸留所っていう会社だと思われてる方が多いですけど、で北海道の会社って思われてる方も多いんですよね。でもケンテン実業という会社が運営されていて、北海道の会社ではないんですよね。何の会社か知ってますか？輸出業をやっているというふうには聞いておりますけど、輸出輸入、全般的にやられてるんだと思うんですけど、乳製品の原材料の輸入商社で新規事業としてウイスキー蒸留所を立ち上げられていると。もう社長ご自身やるなら北海道というのは最初から決められていたみたいで、北海道の厚岸に蒸留所を作ったで、ちょっと基本情報っていうことなので、蒸留所の設備に関しては1日1トンを仕込んでるんですけども、ウイスキーの製造から貯蔵でそこまでは全部やっていて、もう貯蔵庫も第5熟成庫くらいまで増えてますと。でボトリングももう自社でやられていて、製箔も始めるという段階まで来てます。厚岸ウイスキーの目指すところっていうのはオール北海道、オール厚岸を目指してます。オール厚岸っていうとどこまで厚岸で作らなきゃいけないか、どこまでなんでしょうね。麦を取るところからですよね。麦、そうですね大麦の原産が厚岸じゃないといけないですね、はい、これもうやってますね、はい、もう一つ重要な材料としては水ですよね、はい、水当然ながら厚岸の水です、はい、スモーキーなタイプを作る場合は必要なのが泥炭ですね、はい、これも厚岸産じゃなきゃいけないと、これも今やってます。今まさにオール厚岸で仕込んでいるので、近い将来オール厚岸の厚岸ウイスキーが出来上がると思うんですけども、今直近はオール北海道ウイスキーの樽はできてきてるはずなので、啓蟄に書いてたと思うんですよね、北海道産。本当ですね。啓蟄の裏ラベルを見ると、モルトの原産地が大麦イギリス北海道と書いてまして、イギリス産のモルトを使った原酒と北海道産の大麦を使った原酒の両方をブレンドしてる、そういう表記になりますね。北海道産でありかつ厚岸産であるっていうところに今追求して作られているという状況のようですね。なかなかね、北海道産の大麦を使ってウイスキー作りしてる蒸留所も増えてますけども、北海道産、日本産か、スコットランドのウイスキー作り用に作ってるモルトはアルコールの作れる量がかなり多いらしいんですよ。日本で大麦を作るとやっぱ粒が小さいというのをよく聞きますね。粒が小さいと出来上がるアルコール量も少ない、そうすると原価に跳ね返ってきちゃうので、金額も上がる、コストも上がりますし、そもそも大麦の料金自体も高くなると思うんですよね。なのでなかなか量産するのは難しいものになってくると思います。全て日本の材料を使ってるって思ってる方は結構いらっしゃると思います。ただこれは厚岸に限らず基本的には輸入ですもんね。麦芽を仕入れてそこから製造が始まるっていう感じですよね。だからジャパニーズウイスキーの、定義みたいなっていうのはどういう感じになるのか。糖化、発酵、蒸留、熟成、これを国内で行うっていうプロセスですよね、定義されてる。だからこれは間違いなくジャパニーズウイスキーですね。はい、そうですね。あと他に厚岸蒸留所のことで基本情報としてお伝えしておくべきこと、蒸留所の見学については本切りの受け入れとホテルゴミさんで厚岸蒸留所の見学を受け入れていますので、ぜひ問い合わせていただければ。で厚岸蒸留所の高品質なウイスキーをどんどんリリースしていただいてるんですけども、その秘密、いくつかありますけども、まずは環境、北海道の厚岸という環境が作るもの、あとは厚岸のピート層を通って作られる水を使っているっていうところ、まずここが一つポイントになってるんじゃないかなと思います。あとは設備で、設備に関しては豊田社長が伝統的なスコットランドの製法を再現するということで作られているので、しっかりとした設備で作っているっていうところもやっぱり間違いないところだなと思います。であとはもう技術力に関しては辰崎所長ですよね。ニューメイクを作るまでの糖化、発酵、蒸留、特にどの工程だと思いますか？大事なところ。発酵の段階を最も長くやっているという糖化、発
ここがすごく原酒自体を作り上げるための一番重要なところであろうっていうのは、僕らも厚岸のウイスキーを飲んでて本当に感じますよね。そうですね。他のウイスキーと比較してもそうですし、だからここでどれだけ美味しいニューメイクを作るか、そこに対しての研究をすごくされているので、多分今年の2023年のニューメイクっていうのが多分厚岸史上一番美味しいニューメイクになるんだと思うんですけど、その一番新しいニューメイクが今ですね、はい、で創業時の2016年2017年に作ったニューメイクよりもレベルが上がってるわけですよ、はい、でも今リリースしてるこれらは当時のニューメイクが熟成して商品になってるわけじゃないですか。そうすると2023年のニューメイク、レベルの高くなってるニューメイクが3年経つとどうなるんですかね。すごいことになってるんでしょうね今でさえ高品質が今年の2023年の最高のニューメイクがまた3年4年5年と熟成していくっていうのはとんでもないところまでいっちゃうっていうことなんですよね。それがもう今の時点から明確に分かってるんですよ、はい、本当に楽しみでしかないですね。あとはもう一つ僕がお伝えしたい美味しさの秘密があって、それはラベルの裏にも記載されてます。ハサップマークですね。自主衛生管理認証北海道ハサップ、衛生管理基準をしっかり定めて運用しているということなんですけれども、実際蒸留所に行くと床に水が垂れてないんですよ。厳格に定めた衛生管理基準があって、それに従って蒸留所の運営がされていますと。そうするとやっぱ品質にブレがなくなるわけですよね。基準の高い品質で、はい、それがいいウイスキーを作る再現性にもつながります。なのでハサップを取得しているっていうのは発表された時も日本のウイスキー蒸留所で初ってなりましたけど、本当にすごく重要なポイントの一つだなと思います。そのハサップの取得に関してはハサップ取ろうと思って取ったわけではなくて、辰崎所長のもともと乳製品の会社にいらっしゃったので、はい、乳製品の会社の衛生管理っていうのも非常に厳格に決められていると思うんですけど、乳製品だとそうでしょう、はい、そのノウハウをおそらく厚岸蒸留所にも転用してウイスキー蒸留所の衛生管理基準というのを定めたと思うんですね。それが結果的にハサップに適合していたっていうことだと思うんですよ。本当にすごいことだなって思います。これがやっぱり確実に味に出てきている秘密だと思いますね。あともう一つ、すみません、もう一つだけ人材ですね。厚岸蒸留所の人材っていうのも今すごく人材が増えてきていて、特に若い子たちが増えてるので、それを辰崎所長をリーダーに組織化して育成して、すごくチームワークもよく運営しているなっていうふうに見えてます。で、次期ブレンダー候補の若い方々が手を挙げてトレーニングしていたりとか、さらに厚岸蒸留所が組織として成長していって、さらにいいものができてくるんじゃないかなっていう予感がしますよね。そうですね。はい、今日は厚岸蒸留所の二十四節気第10弾までのちょっとおさらいをしながら厚岸の魅力をお伝えしてきましたが、改めて厚岸ってすごいですね。すごいですね、本当に。どれが一番好きですか？おっとこれたまに聞かれるやつですね。いや本当にそう、お客様からも聞かれますね。僕はですね、シェリーが好きなので、立冬が割と僕は好きですかね。僕はやっぱり新しいのが出ると新しいのにやっぱり行っちゃいますね。でもやっぱ直近だと解説個人的にはすごくいいなと思いましたね。ワールドウイスキーアワードで世界最高賞を取った著書なんかも素晴らしいですし、未だに根強い人気の甘露とか、はい、ピーテッドが好きな方には房州、はい、生命あたりは間違いないですよね。ちょっと喋りすぎちゃうのでこのぐらいで結びにしときましょうか。はい、実は今週末に山崎蒸留所に見学に行く予定になってますので、その上で次回の山崎18年こちらを紹介したいなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。